こんにちは、アイボンです。お久しぶりのね、手芸部でございますよ。去年のね、11月頃から温めていた企画なんですよ。なんかね、時間なかったっていうよりも、私がね、企画とデザインはできるんだけど、それをね、形にするっていうね、編み物の才能がないの。ちょっと練習するのにね、めっちゃ時間かかっちゃった。リトルモンスターってみんな知ってますか？ロフトで見てね、私一目惚れしたんですけど、毛糸で作った小物入れにもなるぬいぐるみなんですよ。結構ね、奇抜な色の毛糸とかで作ると可愛くってね、それを私たまごっちキャラクターで再現してみたかったんですよ。で、今回はこれちょっとまだ乾いてないからここに置かして今回はこんな感じでたまごっちユニを収納できるケースとして編んでみましたので、私もやってみたいっていう方はね、ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。かわいいでしょ？今回私がデザインしたのはこれなんですけど、何かわかる？これなんとデビルッチでございます。最近ね、天使っちの動画をたくさん出してるので、私といえばね、デビルッチってくらい愛着湧くキャラクターなんですよ。いや、私といえばデビルッチじゃないか。もううんこうんこかな、私のイメージ。やだな。そしてね、この単色で作った子は何に見えますか？みんな当てて。これパッチくんのつもりで作ったんだけど、みんなに伝わってる？これ見てね、あ、iPhone パッチくん作ったんだねって思った人はね、むしろたまごっち病に蝕まれてると思う。なんかこうするとピクミンにも見えない？可愛いんだけど。今回はね、これたまごっちユニがぴったり入るサイズで材料紹介をしていますので、私が用意した糸とかかぎ針を違うサイズで準備するとサイズ感がね、変わってきちゃうのでご注意ください。最初にね、リトルモンスターに一目惚れして作ってみたやつはね、これ私が最初に作ったやつ。かわいい。家にある毛糸で作るとこんなにね、サイズ感が変わってきちゃったので、皆さんもね、ちょっとそこは気をつけてほしいです。これさ、動画にちらっと映った時があったんですけど、もうね、可愛いってコメント欄ですぐに反応してくださった方々がいて、この時はね、まだね、全然上手に編めなくて、手芸部ですぐにやるからねって言えなかったんですよ。何しろ編み物はね、素人なんです、私。なので、上手な人の YouTube 見ながらじゃないと編めないんですよね。今回はね、上手にリトルモンスターを編んでらっしゃる YouTuber さんの動画を参考にしながら、若干サイズ感を少しアレンジしたり、デビルッチ用にね、配色を変えたりとかしてね、作ってます。なので、私の動画見ても編み方全然わかんないよっていう人は、概要欄にその方のね、URL を貼っておくので、編み方自体は本家の動画を見た方がいいかもしれないです。違うところといえばね、若干胴体の長さが違うとかね、配色が違うとかね、それぐらいなので、ほぼ一緒ですから。糸はこちらの糸を使いました。これね、イオンで買ったんですけど、コットンです。どんな糸でもいいんですけど、このサイズ感に合わせるには、塩針のところを見て買ってください。私は5号針が入るサイズの糸を買いました。で、ウールとかモケモケした糸よりはコットンの方が編みやすいと思います。で、この子を編むには黒、白、ピンクを用意してください。で、この目玉は100均に売ってる目玉シールを使ってもいいですし、手芸屋さんに売ってる目玉でも大丈夫です。10ミリのものをご用意ください。ボタンも使うんですけど、これダイソーで私買いました。13ミリ買ったんですけど、13がギリギリですね。11とか10ミリでも大丈夫です。で、デビルッチなので裏側ね、羽根つけてるんですよ。で、これはレザーになってますので、フェイクレザーを100均とかで買ってもいいですし、これはね、フェルトで作ってます。フェルトでも大丈夫なので、フェルトの黒を買っても大丈夫です。お好みに合わせて用意してみてください。お家にあるものでも大丈夫。あとね、少しだけここに入れる綿が必要なので、こういうね、100均で売ってるちっちゃい綿もご用意ください。ボールチェーンなんですけど、たまごっちユニのここに入るサイズのボールチェーンって結構細いんですよね。で、ボールチェーンじゃなくてもいいんですけど、取り外し可能なものをここに用意してほしいと思います。こんな感じで本体とね、合体させますので、これも準備しておいてください。そしたらあとは用意するもの、ハサミ、あとは5号針、とじ針、段数マーカー、布用のボンド、ほとんどね、100均で揃えられますので準備してください。それでは早速編んでみましょう。
鎖編み6目で最初は立ち上がります。めっちゃ見づらいな。めっちゃ見づらいな。ちょっと最初の1段目大事だから違う色の糸で編んでみるか。黒がめっちゃ見づらかったんで、ひとまず一回ピンクでも編んでみます。まず立ち上がり6目ね。1、6個、2、3、4、5、6。これで細編み6個編めました。黒より見やすいかな。で、細編み6個編めたら、立ち上がりにもう一回細編み1つ編んで、で、こっちが表ね。綺麗な鎖のチェーンみたいになってるでしょ。この裏側に、このポコ、ポコ、ポコってしたところ、ここに編んできます。1、2、3、4、5、6個。ここですね。6個目。このぽっこりしたところに入れる。入れ。よいしょ。入った。これが細編み1個目。はい。じゃあ1つ目にマーカーします。で、細編みを5個編むので、これ1個目で2個目編んできます。よいしょ。こんな感じ。3個目。裏山を拾って、糸をすくって、で、今度は2本いっぺんに引くと。4個目。カメラ見ながらじゃ難しいな。裏山をすくって、今度は2ついっぺんに引くと。最後5個目。裏山から拾って2個すくと。はい。これで5回編めました。細編みが。で、最後の裏山。最後のポコポコさんの裏山には、同じ細編みを3回編みます。まず1回編みます。1。で、同じところにもう1回通して、2回目編む前に、この糸処理しなきゃいけない子を、一番下ね、針の後ろに持ってって、2回と、2個目。もう1回同じ穴に刺して、さっきの糸処理したいやつをまた手前に持ってきます。手前に持ってきたまま、糸を引いて、細編み3個目、編めました。そしたら、今ここを編んできた後ろ側を細編み4回。では同じ目に細編み3つ編めたので、その隣の目から細編み今度は4つ編んできます。で、この糸処理しなきゃいけない端っこも一緒に編んできます。じゃあ細編み4枚ね。今編んだところの隣の目。ね、ちょっとこういう風に縦に見ると三つ編みみたいになってるんで、これ2ついっぺんに引き抜きます。隣の目。2つ入れて、糸を引いて、編むと。これで1目。また、この隣の目に2ついっぺんに刺す。で、手前に糸処理するのを持ってきて、きつい。よし、持ってきた。で、2本いっぺんに抜く。これで2つ目。また隣に刺して、よいしょ。引き抜く。これが、1、2、3、3個目。で、また隣刺して、引き抜く。OK。4個目。
12目編めたね。そしたら、あとラスト1目残ってるので、このラスト1目のところに針を刺したら、増し目をするので、2回同じ目に編み込みます。まず1回目、もう1回同じ穴に刺して、2回。OK。これで14目編めました。で、14目編めたら、この糸端はもう放置して、最初の段数マーカーしたところ、ここにで引き抜くだけ。こうやって引き抜くだけで14個ね、細編みが編めてるはずです。やっぱ赤の方が見やすいね。黒だと全然見えないから赤で編んでいきます。みんなはこれ黒で編んでくださいね。では1段目ができたので2段目に入ってきます。2段目に入る前に鎖編み1個で立ち上がって、今編んだ編み目、ここに針を入れます。で、ここから立ち上がって細編みは増し目で編みます。同じところに2つ編みます。で、今2つ編んだので、最初の1個に印つけときます。で、増し目ができたら、次は1つの目に1個、細編みを4つ編んでいきます。この隣ね、1個、2個、3個、4個。はい、細編み4つ編めました。そしたら次は、増し目を3回繰り返します。1つの目に2つ編むのを3回繰り返します。このカーブのとこちょっと編みづらいけど頑張ろうね。まず、1つ。でもう1回同じ目に編んで、これで増し目1回できました。で、隣に行って、こっちも増し目。1回、2回、増し目2回できました。隣も増し目。1回、2回。これで増し目完了。今度はまた1つの目に1つ、細編み4回編みます。隣を拾って、1回、2回、3回、4回。OK。そしたら、増し目を2回繰り返します。1。また同じところに刺して、2。これで増し目1回。次、隣にもう1回増し目をやります。1。2。OK。これで増し目終わり。これで全部で20目あったら完了です。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。OK。20目編めてます。そしたら、最初のマーカーしたところに針を入れて引き抜く。はい、これで2段目完成。で、3段目は、まず細編み1回。この最初のね、引き抜いてるところに刺して、細編み1回。次に増し目。隣は増し目。次は細編み4回編んできます。隣に刺して、1、2の、3、4。はい、細編み4回編めました。そしたら次は細編み増し目、細編み増し目、細編み増し目と3回繰り返します。そしたら、細編み、次は増し目、
また細編み、増し目、はい、また細編み、増し目、はい、細編み増し目3回繰り返しました。次、細編み4回。1、2、3、細編み4回編めました。次は細編み増し目を2回繰り返します。細編み、増し目、細編み、増し目、OK。26目編めてればそこを拾います。そしたら最初の1目を引き抜いて、はい。これで3段目完成。そしたら4段目に入ります。4段目も立ち上がり1つ、鎖編みして、最初は細編み増し目をします。今引き抜いてる最初の穴に入れて、細編みしたら最初の1目にマーカーをして、細編みの次は増し目やります。隣に同じ目に2つ編んで、次は細編み9個編みます。1、2、3、4、5、6、7、8、9。はい。細編み9個編めました。そしたら、細編み増し目、細編み増し目と編んでいきます。細編み、増し目。で、もう一回細編み、増し目。細編み増し目2回繰り返したら、細編み9回編んでいきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9。細編み9枚。細編み9目編めました。そしたら、細編み増し目をやります。細編み、隣は増し目。OK。これで30目編めます。1、2、30。OK。私みたいにね、素人はやっぱり一個一個数えながらね、やった方がいいよ。はい。引き抜きました。これで4段目編み終わり。で、ここからは簡単です。今30目あるので、5段目から13段目までは
増やしたり減らしたりせず、そのまま30個細編み編んでいきます。一つ立ち上がって、一目目。一個編んだら次隣。2、3、27、28、29、はい、30目編めました。そしたら最初の一目に引き抜いて完成。これで5段目が完成しました。この調子で同じように13段目まで編んでいきます。はい、これで13段目まで編めました。そしたら13段目まで編めたら1回鎖をして糸処理できる分だけ残したら切ってシュッと。これでこの胴体部分の完成です。ちょっと見づらいからね、黒で撮影できなかったけど、黒も今同時進行で編んでます。こんな感じ。みんなは今この黒のみたいな感じになってると思います。そしたら次は14段目から糸の色を変えます。で、今度は頭の部分を編んでいきますんで、皆さんは白で編んでください。私は色を変えずにこのまま赤でいきます。みんなは黒の部分が今終わったので白で今度は編んでいきます。そしたらこのね糸が出てるところが端っこになるんで、これが端になるようにこんな感じで平らにペタンと折ってください。で、ここから13目目のところから縫い始めていきます。そしたらここの引き抜いたところは入れずに、ここから1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13目目に針を入れてます。で、内側から糸を引っ張って、で、1個鎖編みします。で、これね、緩くなるとあれなんで、キュッとね、この糸端をキュッとすると締まってきますんで、この糸も一緒に編み込んでいきます。ここから編んでいくね。入れます。で、上からすくって1目。これを13目まずやります。1目。上からすくって2目。で、隣も上からすくって3目。8目。この辺まで来たらね、この糸処理する糸もう編み込んだので切っちゃって、9、10、11、12、13目。OK。13目まで編めたら、この糸のところに来るので、ここですね。この最初の糸端のところに14目編んじゃいます。はい。で、糸処理しなきゃいけないやつはもうほっといて中に入れちゃいます。後でやるね、糸処理は。で、15目を上から引っ掛けて、これで15目完成。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。OK だね。よし、残り15目あるのを確認したら、次は鎖編み15個します。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。
はい、鎖編み15個できました。そしたらここは15目あるので、この最初にマーカーしたここに引き抜きます。ここに引き抜く。これも引き抜く。 OK。 はい、これで14段目が編めました。じゃあ15段目いきます。もう一回じゃあ鎖編みで立ち上がって、この最初のところに針を入れて、また上から糸を取って細編み。じゃあこの1目目に印をして、また15目編んでいきます。これ今1つ目、また2つ目も上から引いて細編み。2個目、3個目、14、15。はい、15目編めました。この鎖編みも15目やってるはずなんで、一回数えるね。最初の15目めっちゃちっちゃくて見づらいけど、頑張ってこれに最初の15目めっちゃちっちゃい。このね、上半分と裏山をすくって、最初の1目がちっちゃすぎて、よいしょ。最初の1目めっちゃ大変だけど、頑張って。よいしょ。最初の1目頑張ってすくってください。で、上半分と裏山を2本刺して2個、上半分と裏山ね、これで3個、4個、13、14、ラスト裏山、裏山と一緒に拾う。最後もちっちゃいね。はい、これで15目拾えたので、最初の1目を引き抜きます。OK、できた。で、15段目まで編み終わりました。で、全部で30目あるはずなので、今度はここから30目、1つに1つずつ細編みを編んでって、16段目終わったら17段目という形で編んでってください。そしたら、鎖1目で立ち上がって、1個目、2個目、3個目、30、よいしょ。はい、30目編めたら最初の一つに引き抜き編み。はい、これで16段目が編めました。17段目も同じように編めます。鎖で立ち上がったら最初の目に入れて1目、よし、30目編めたので最初の1目に引き抜いて立ち上げときます。これで17段目まで完成。そしたら18段目からいよいよちょっと減らし目していきます。18段目最初の目は細編みですね。で、細編みの次減らし目にします。まず次のところに入れて引き抜きます。で、もう次の目にまた入れてまた引き抜きます。で、3ついっぺんに今度は引き抜きます。これが減らし目。
で、細編み減らし目と終わったら、細編み普通に9個編みます。1、2、3、4、5、6、7、8、9。よし、細編み9個編めました。そしたら次は、細編み減らし目、細編み減らし目と2回やります。細編み1個上から引き抜いて、もう隣も引き抜いて、3ついっぺんに引き抜く。これをもう1回。次は細編みで、また減らし目1個引いて、隣も引いて、3個いっぺんに引き抜く。これで細編み減らし目2回分やったので、次は細編み9回普通に編みます。1、2の9。はい、細編み9回編めました。そしたら細編み減らし目とやります。細編み減らし目、よいしょ。 OK。 これで最初の目のところに引き抜きます。よし、 OK。 これで18段目完成。19段目もさらに目を減らしていきます。鎖編みで立ち上がって、19段目最初は細編み、で次は減らし目、次は細編み4つ、1、2と3、4。次は細編み減らし目を3回繰り返します。細編み減らし目、これで1回。細編み減らし目、これで2回。細編み減らし目、これで3回できました。次細編み普通に4つ編みます。1、2の3、4。 OK。 次細編み減らし目を2回繰り返します。細編み減らし目、次細編み減らし目、はい、これで出来上がり。そしたら最初の1目に引き抜きます。はい、OK。 これで19段目が完成しました。20段目最初は減らし目から始めます。鎖編みで立ち上がって、1、はい、減らし目から始まるとね、1目目が分かりづらくなるらしいので、しっかりマーカーしてね。で減らし目したら細編み4つ、1、2の
3の4。そしたら次は減らし目3つ。減らし目1つ。減らし目2つ目。減らし目3つ目。次、細編み4つ。はい、細編み4つ編めました。そしたら減らし目2つで終わりかな。はい、減らし目2つできました。そしたら最初の目に引き抜きます。OK。これで20段目ができたので鎖で立ち上がっておきます。お、ラストはもう減らし目7個で終わりだよ。ひたすら減らし目ですね。そしたら減らし目1つ目。これめっちゃやりづらいよ。頑張ってね。減らし目2つ目。減らし目3つ目。おいと。減らし目4つ目。穴がだんだんちっちゃくなって指が入らなくなる。よいしょ。減らし目5つ目。減らし目6つ目。つらい。よいしょ。はい、最後の減らし目。あ、もう指入んない。指が入らない。これで最後の減らし目完了。そしたら引き抜きます。最初の1個目と。よいしょ。ここに引き抜いて、いや OK。 よし、そしたら鎖1個で立ち上がって糸処理できる分残したらシュン、完了。頑張ったね。これで胴体ができました。はい、ではここまで本体ができたところで糸処理先にしちゃいましょう。そしたら適当なとこに刺して内側に糸を持ってきます。でひっくり返します。あ、ちなみに上ここてっぺんは穴開いてていいからね。そしたら刺しやすいところに糸を通していって何個か適当に刺したら糸を抜いて切ります。これで糸処理 OK。 内側に糸処理していきます。糸取っ
で OK。 はい OK。 これで糸処理完了しました。そしたらこの子たちに手足をつけたいので、手足と角を編んできます。